バリデンパサール空港、初めてのガルーダインドネシア航空のラウンジ。今日の五港の旅は乗り継ぎから始まる。ビジネスクラス側が混んでいるのでファーストクラス側へ案内された。前のフライトがダウングレードされたもののファーストクラスで予約をしていたからかもしれない。ここは運が良かった。置いてあるのは軽食やお菓子、コーヒーのみ。食事やアルコールはビジネスクラス側へ行かないといけない。ただ次のフライトが控えているので食事はむさぼらない。これがシーズントラベラーの流儀。ラウンジ内はとても静か。ファーストクラス搭乗客はなかなかいない。静寂をもたらしてくれたガルーダスタッフの機転に感謝。今回登場するのはガルーダインドネシア航空でバリに来た後 KLM オランダ航空イエンケンフライトに搭乗する。短い時間ではあるが KLM ビジネスクラスのフルサービスを受けることができる。もちろんフライングブルーステータスフライトの対象。 KLM ビジネスクラスは久しぶり。長距離機材はもっと久しぶり。今から楽しみだ。より効率よく UXP を獲得するため追加で 20% 増しの UXP を購入。今回のような近距離の場合、多く購入すればするほど単価が高くなるので注意が必要だ。Thank you。時間が来たので搭乗ゲートへ。前を歩く人はアルティメットステータスを持っている人だった。エスコートされた後ゾーン1を越えて最前列へ。羨ましい。いつか自分もあのタグが欲しい。今回の機材はオレンジ色の機材。前から一度乗りたいと思っていたやつだ。運が良い。Hello, I know you. シートは新しいタイプ。
珍しい青いモクテルをいただいた。個室のドアもついている。ただ扉はちょっと薄いような感じ。アルコールもせっかくなのでオリジナルカクテルをいただこう。低アルコールだけど高い上空でか。全然低アルコールじゃない。高アルコールを高い上空でいただいてしまった。機内食は期待していない。だが裏切られることもある。メインはスパイスの効いたひよこ豆のコフタ。インドネシア料理なのかな。このツナたたき悪くない。ピリ辛で良い。ただパクチーは未だに好きになれない。邦画は少なめ。フライトは約2時間。食事をしたらちょうどよく終わる映画がなくなってしまったので本を読もう。機内で本を読む。これ最近始めたこと。普段はなかなかまとまった時間を読書に当てることができないが、機内で読むと集中できる。もっと早くからやっておけばよかった。トイレも KLM 色が出ていて良い。花は造花だった。シートにマッサージ機能というものがある。ちょっとやってみよう。ちょっと押された感じがするのみだった。椅子を倒してリラックス。最後にチョコレートが提供される。一番苦いものをもらった。チョコレートもデルフトのデザイン。 KLM といえばこれ。中にアルコールが入っている。前にもらったものが家にあるがデザインが異なる。異なるデザインを全種類コンプリートしている人もいるとか。きっとアルティメット会員なんだろうな。先ほどのガルーダインドネシアのフライトと合わせて1日2回赤道をまたぐ。日付変更線は生涯またがないことにしているが、赤道はまたぎ放題。シンガポール着。シンガポールに着くとなぜか落ち着く。
ラブで車を呼び、もうホテルへ向かっている。預け荷物を待つ客はまだターンテーブルの前だろう。荷物は預けない。それがシーズントラベラーの流儀。Thank you. Yes, if possible. Could it be 3:30? That would be nice. Thank you very much.スイートではないが、エグゼクティブルームへアップグレードしてもらった。ラウンジがあるようだ。今日はもう遅いので閉まっている。明日行ってみよう。今日は2フライトしかなかったとはいえ疲れた。また明日のフライトに備えてもう寝よう。日中少しだけ街歩きをしようと外へ出た。暑い。やめよう。ウェルカムドリンクをいただく。朝食ではいただけなかったちゃんとしたコーヒーだ。ステータスを持つことはスタートに過ぎない。それをどう使うか、どう旅をデザインするか、それがシーズントラベラーの腕の見せ所。ステータスの取り方、維持の仕方、使い方はアドバンストトラベラー会員限定で、シーズントラベラーの旅はこのコルクバッグとともにある。次の旅へ。